部長、大学の翔也です。今回はキッチン周りの壁、そしてその前にカウンター、それをやっていきます。それではね、キッチン周りをやっていきます。この頃キッチンが対面式とかね、中を向くんですよね。ですから部屋のど真ん中にキッチンが来るんですよね。これをキッチンを囲うように今回は壁を作りたいんです。養生をね、この形に合わせて、少し余裕を見てね切ってやるって、これなかなかね切りにくいんです。上からガッと切ってまうとね、床が傷つきますしね、この養生を形に切ってね、そして作っていきます。キッチンもね、背面キッチンですと部屋を向いてもこういう風にキッチンを囲むことはないんですけどね、薄い壁でね、根太歩きぐらいの寸法で囲ってやって、そしてその上に重ぎを乗せる、カウンターを前につける。昔からこの形はあったんです。これシンプルですけど、対面式のキッチンだけとはまた一味違った出来栄えになりますよね。でもね、キッチンを兼ねてに囲う、横を通るときに壁の分だけが少し狭くなってしまう、それがしょうがないですよね。材料は45の60の床の根太ですね。枝だらきで作ります。寸法的にですけども折り金に作りますよね。そしてボードを貼って、それに部屋の方にカウンターがつきます。カウンターがつかないと60ではちょっと弱いかな。105のこのま柱ぐらいでいかんとダメかなと思うんですけど、カウンターがつくことによってね、60の材料で十分強度は持ってくれます。骨組みはこれで大体できたんですけど、キッチン側は値段に直接ボードを貼ります。そしてカウンターのつく方はこの銅縁打ちにします。銅縁打ってないとこの電気配線がね、全部穴開けてどうしてかからんならんでね、いくら薄い壁でも片方はやはり銅縁打ちで逃げた方が楽ですよね。強度も上がりますしね。では上に乗せる重ぎをつけていきます。こういう、3メーターと1メーターの材料でしたら、できるだけこの4メーターもんで欲しいですよね。コーナーでついでやっても同じ共木で使うことができますね。今回はデカドは止めにはしませんね。どちらかのトン付けですね。大体はこの正面がそばになるように、言うと正面から小口が見えないようにということですよね。重ぎの取り付けは基本下からビスで留めます。横も上も留められませんから、ボンドをつけて下からのビスだけで留めてやります。こういう1メーターまでのトン付きですとね、クランプでちょっと挟んであるとね、楽ですね。やっちょうどしててくれますよね。これでキッチン周りの重ぎはできましたね。今度は正面のカウンターをやっていきます。カウンターはタモ材でね、家具屋さんに鍵合わせで作ってもらってあります。
厚みが今回はこの上品に 30mm なんですね。真ん中なしではちょっと無理ですからね、どっちみち真ん中で細工が必要になってきます。部屋の真ん中につきますからね、どうしてもこの膝もんとか足が当たりますから、角はね大きく丸く仕上げておきます。子供がまず頭を打ってね、そして目当たってって怪我しますんでね、そうかといってあんまり大きい丸もね好きじゃないんで、これぐらいが妥当やと思ってるんですけどね。カウンターの角はね丸面を取っておきます。やはりこの丸が一番使い道というか無難ですね。裏は大きな面ぐらいで、丸面までは必要ないと思います。そしてカウンターは右側は壁に突っ込む形になるんですけども、左側は縦を立てます。少しだけ幅を縮めてやってね、少しへこむようにして左側は縦を立ててやります。そのことでね、もう三方しっかり側に乗ってくれますよね。それではカウンター取り付けていきます。まず側板を立てます。天板は、上からビス揉むんですけども、床には斜めにビスを揉みます。そのために普通通り樽線の穴を下から2センチ5ミリぐらい上がったところに開けます。そしてその穴から45度ぐらいで細ビスを揉みます。そしてビットもね、この心棒の丸い細いやつ、それを使います。こういう風に縦は簡単に留めれます。片方だけですけど、割れ止めもね小口の方はしっかりしときます。少し太陽当たるんでね、太陽が当たるとこは割れ止めは必要ですね。反対側はウレタン仕上げでね、小口も仕上げてくれますから、下手にボンド塗りますとね塗装が測りませんからね、反対側は塗装屋さんにウレタンで仕上げてもらいます。そして長さやっぱり2500ありますからね、どうしてもこのままでは持たないんで、真ん中にこの持ち送りをつけます。ちょうどね2階で持ち送り1つ作ったんですけども、この2階の持ち送りの切れ端っと悪いんですけども、1枚でね2つ取れるんで、その材料で取ってきます。形はね同じように下は R にしてね、そして先端だけ少し逆に丸くして、そういう形でいつも作ってます。持ち送りってね、横に細くても割としっかりと留めてやれば丈夫なもんなんですね。普通縦が幅広くないと持たないやろ、大体の人は思うんですけども、しっかりと取り付けることでね、これぐらいのバランスで十分荷重は支えられますね。
こういう風にね R 部分はジグソーで切るんですけどね、なかなかこの材料が硬木の場合はねどうしてもこの逃げてしまうんですね。ですから最後の仕上げはやっぱ手ですね。昔から言いますよね、やはりどんな道具も親にもらった手に勝てるもんってないですよね。もちろんこの下からカウンターに揉むビスはねタルテンで仕上げるようにします。そして持ち送りを取り付けます。取り付ける時もね後ろの直角部分ですよね、その直角部分を少しだけ鈍角に作ります。そのことで後ろからビスを揉んだ時に前を持ち上げてくれるんですね。そしてね得意なタルテンでこのビス穴は隠してあります。タルテン仕事って共切れすれば本当にこれわからなくなりますよね。タルテンでも隠すようにするタルテンとわざとにねタルテンを見せて模様のように仕上げるタルテンとね2通りあるんですけども、今回今売ってるタルテンはね、目立たない方がいいですよね。そして側板の縦に立てたタルテンもね直角に上げてありますから普通通りにタルテンが埋められますよね。そしてカウンターのこの上刃だけはね丸ではねちょっとこの芸がないんで、ただ四角いだけですけどその四角をね45度ひねった角線で埋めてあります。そのことでね分かった時にちょっとだけ細工してあるんかなと思いますよね。この正面のニッチですね、部分的にへこんだ部分をニッチって言うんですよね。小物を置いたり飾りのへこんだ棚ですね。で物を置くニッチはこのやはり下に受ける棚みたいにして下だけを木にしてやる、そういう形が普通ですね。笠木と同じヒノキ材でしたんですけどね、何を置くんでしょうね。そして最後に長手の小口と短手の小口を仕上げます。カンナで削ってやって、そして柔らかく面は大きめになりますけどね取っておきます。そしてボードを貼ってこれで完成ですね。これでキッチン周りと正面のカウンター、テーブルですね、それができました。対面キッチンと違ってね
正面にこのテーブルカウンターがつくことでまたこの豪華で使い道が変わりますよね。以上、ラグシャンでした。